赤い靴。ある村にとっても貧しい家がありました。夫婦は一生懸命まだ朝日が昇る前から日が沈むまで働いていました。夫婦には子供が一人いました。13歳になる女の子です。女の子はとてもわがままで見えっ張りな性格でした。家が貧しいことを友達に知られることをとっても恥ずかしいと思っていましたし、いつも自分を飾りたいと思っていました。とは言っても両親には女の子のわがままを聞いてあげるだけのお金はありません。町の靴屋さんにとってもかわいい赤い靴が売ってるの。あれがどうしても欲しいの。ある日、町に出かけた時に靴屋さんのショーウィンドウに飾ってあった靴が欲しいと女の子は言い出しました。それはエナメルの靴でピカピカに光った靴です。しかしその靴は大変高く、到底両親には買ってあげることはできません。今の靴でいいんじゃない？母親は言いました。今履いている靴だって歩くのに問題はないのです。足を守るという目的をちゃんと果たせているのだから、それ以上のものを欲しいと言われても困ることしかありません。いやよ、あれを履いたらきっとみんな羨ましがるわ。それにあれを履いたら女王様になった気分になれるに決まってる。女の子はさらに言い募りました。どうしても欲しいというのです。両親は困り果ててしまいました。けれど今まで欲しいと言われて買わずにいて問題が起こらなかったことがないのです。女の子は欲しいものが手に入るまで泣き叫び怒鳴り続け怒り狂うのです。どんなに母親がなだめても父親が怒っても女の子は言うことを聞きません。だからいつも最後には女の子のわがままを聞き入れるしかなかったのです。それが分かっている両親は大きなため息をつきました。食べていくためのお金だけでやっとだというのに、この子はどうしたら分かってくれるのかと何度思ったことでしょう。生活しているだけでどんなに食べたいものを我慢してもお金はかかるのです。両親は顔を見合わせました。父親は困ったという表情を浮かべ、母親も疲れ果てた表情を浮かべています。その間も女の子は、どうしても赤い靴が欲しいの。あの靴を履いていなかったら恥ずかしくて外になんて出られないわ。もう友達とも遊べない。私に友達がいなくなったらお父さんとお母さんのせいよ。と言い出しています。さすがにそこまで言われると、娘が不憫に思えてきた両親は、とうとう女の子に約束しました。わかったわ。じゃあ、今度のクリスマスのプレゼントに買ってあげるから、それまで待ってて。と、諦めたように母親が言ったのです。それを聞いた女の子は大喜びしました。あと半年もすればクリスマスです。クリスマスが来たらあの赤い靴が手に入ると思ったらどんなことでも我慢できると思いました。けれど両親は赤い靴を買うためにどうやってお金を作ったらいいのかと悩みました。どんなに働いても食べるのがやっとの生活で必要のないものを買うだけのお金はありません。父親だってもうこれ以上は働けないほど働いているのです。母親だって働いて家のことをして女の子の面倒を見て
心も体もボロボロの状態です。それでもクリスマスにはと約束してしまった以上、どんな無理をしてでも買わないとなりません。クリスマスまでに、それが両親に重くのしかかりました。それから数ヶ月、女の子は毎日カレンダーに×を書きながら、一日一日が過ぎていくのを楽しんでいました。そしてとうとうクリスマスがやってきました。痩せ細った両親はさらに痩せていました。しかし女の子はそんなことは全く気にしていませんでした。ただただ靴屋に行ってあのピカピカと光る靴を履くことだけを考えていました。靴屋に着くとショーウィンドウに靴がありました。真っ赤な靴を見た女の子は言いました。私に買ってもらいたくてこの靴はずっと残っていたのよ。なんて素晴らしいの。女の子は赤い靴を手に取るとうっとりと見つめました。靴屋さんが赤い靴を箱の中に入れ丁寧に包んでくれました。両親はその場でハッピークリスマスと言って女の子に靴を渡しました。父親はまさに苦しみますだなと皮肉のようにつぶやきましたが、女の子の耳には聞こえませんでした。その晩はいつも以上に粗末な料理を食べ、早くにベッドに入りました。女の子は光を放つ靴を見ながら喜びをかみしめていました。明日はこの靴を履いて友達のところへ行こう。そしてみんなに見せびらかしてやるんだわ。今まで私に赤い靴なんて買えるはずないって言っていたバカな友達連中を嘲笑ってやるんだからね。と考えていました。そして翌朝となり、窓から太陽が差し込み始めました。女の子はテーブルの上に赤い靴があるのを確認すると嬉しそうに笑いました。ベッドから出て両親のもとに行くと、もう2人とも家にはいませんでした。仕事に出かけてしまったようです。女の子は台所に作られていた鍋を覗きました。そこに入っているのはほんの少しの野菜が沈んでいるだけのスープでした。女の子は、こんな貧しいものばかり食べるのは嫌だわ。どうしてうちはこんなに貧しいのかしら。こんな家に生まれてこなければよかった。そう言って鍋の蓋を閉めると、赤い靴を履いて外に出ました。心はウキウキととても楽しい気分だし、お日様はポカポカと暖かく女の子を包んでくれます。冬だというのにまるで春のように感じました。それでも風が冷たいことには変わりはありません。女の子は上着を着ると友達に自慢するために歩き始めました。ところがあまりにも嬉しいものでついつい足が動き、ひらひらとまるで蝶が舞うように踊り出しました。女の子はとっても気分がいいから足まで勝手に踊り出すんだと思いました。けれど友達の家に着いて赤い靴を見せびらかそうとするのですが、足が止まりません。友達はバカにしたように言います。どうして踊ってるの？踊るのをやめてくれないとその靴をちゃんと見れないわよ。女の子は止まりたいけど、どうしてか足を止めることができないと言いました。友達はさらにバカにして言いました。そんな靴を履いたくらいで踊るのをやめることができないほど喜ぶなんて本当に貧乏な人ね。女の子はとても悔しいと思いました。けれど言い返したくても
足の動きはさらに激しくなり、女の子はどんどん疲れてしゃべるのも大変なのです。それに足はどうしたことか勝手に友達から離れていきます。それならば別の友達のところに行って見せびらかしてやれと思いましたが、どの友達に会ってもやっぱり同じでした。それどころか足の動きが止まることはなく、どんなに疲れても休むことができないのです。いつになったら止まるんだろうと思っていると、とうとう町まで着いてしまいました。町に着くとたくさんの人がいます。踊っている女の子を見てみんなクスクスと笑っていました。靴屋さんの前まで来ると、靴屋さんが女の子を見つけて言いました。そんなにその靴が嬉しいのかい？喜んでもらえてよかったよ。女の子は靴屋さんに赤い靴のことを言われて、もしかしたらこの靴を脱げばダンスを止めることができるのではないかと思いました。だって靴を履いてからダンスを始めたのですから。女の子は靴を脱ごうとしました。けれど動いている足から靴を脱ぎ取ることができません。脱ごうとすればするほど靴を履いた足は強くステップを踏みます。そしてとうとう町を抜けて森へと進んでいきました。もうやめて、疲れちゃったわ。もう踊りたくない。どんなに叫んでも足が止まることはありません。なんとか座り込み、足から靴を外そうとしますが、靴は足にぴったりと張り付き、まるで足と靴が一つになってしまっているように思いました。どうしたらいいの？女の子は叫びました。疲れてしまった女の子は何とか休みたいと思いましたが、座っていても足は動き続け、横になっても足だけはステップを踏み続けるのです。あまりにも踊りすぎて暑くて仕方がないのに、上着を脱くことすらできません。こんなことなら赤い靴なんて欲しがらなければよかった。お金がないって知ってたのに、どうしても欲しいなんて思わなければよかった。と女の子は後悔しました。踊り続ける足は森の中を歩き、どんなに険しい山道でも平気で進んでいきます。熊が出るかもしれないし、蛇に出会うかもしれません。それでも女の子の気持ちなんてお構いなしに、足だけは動き続けるのです。こうして女の子は何日も何日も踊り続け、もうどこにいるのかもわからなくなりました。どうやって家に帰ったらいいのか、どっちの方角へ進んだら家があるのか、それすらもわからないのです。ただただこんな靴を欲しがらなければよかったと思うだけでした。私はこのまま死んでしまうのかしら。女の子は神様に祈りました。神様、ごめんなさい。どうかこの靴を止めてください。この靴を止めることができたら、私はもう二度とわがままは言いません。必要のないものを欲しいなんて言いません。貧しい生活も我慢します。ちゃんとお父さんとお母さんのお手伝いもします。だからどうか私の足を止めてください。どんなに神様に願っても動く足は止まりませんでした。食べることもできず、飲むこともできないまま踊り続けたある日、森の中で木こりに会いました。その木こりは女の子を見て不思議そうに言いました。あんたはどうしてそんなに疲れているのに踊っているんだい？女の子は言いました。
この靴を履いたら踊り出したの。止めたくても止めることができないの。きこりはじっと女の子を見ていましたが、こう言いました。脱げばいいだろう。もちろん脱ぐことができるならとっくに脱いでいます。それを言うときこりは、よしわかった、脱がせてやろう。とダンスを踊る足をつかまえると、足と靴をつかみました。足から靴を脱がそうと、とても強い力で引っ張りますが、やはりぴったりと張り付いているようで、脱がせることができません。これはまるで靴自体が足のようだな、ときこりは言いました。そして、このままだと死んじまうぞ、と言います。女の子はもう3日も食べていないのですから、これ以上踊り続けたら死んでしまうのは分かっていました。助けて、どうか助けてください、と女の子は言いました。するときこりは斧を持ってきて言いました。その足を切り落とすしか方法はないようだが、命を取って足を切るか、それともこのまま踊り続けるか、どうするね。なんと恐ろしいことでしょうか。勝手に踊り続ける足であっても女の子の足です。斧で切り落とせば激痛となり、その後足がないまま生きていかねばなりません。痛いのはどうしようもないが、足がなくなったら俺が義足を作ってやる。作り物の足で生きていくことはできるぞ。そうきこりに言われた女の子はとても怖かったのですが、足を切り落とすことにしました。女の子が大きくうなずくと、きこりは斧を振り上げました。激しい痛みとともに女の子は意識を失いました。次に気がついた時には、両足は切り落とされ、もう勝手にダンスを踊ることはありませんでした。きこりは、あの足は切り落とした途端、勝手にステップを踏みながら走り去っていったよ、と言いました。女の子は神様に感謝しました。切り落とされた足はひどい痛みでした。きこりはお腹の空いた女の子にスープを出してくれました。うちは貧しくてね、こんなものしかないが、と言ってきこりが出してくれたのは、ほんの少しの野菜が底の方に見えるスープでした。女の子は最後に台所で見たスープを思い出しながら、スプーンでスープをすくうと口に運びました。それはとても優しい味で、とてもおいしいと思いました。それから後、きこりは女の子のために木で足を作ってくれました。新しい足になれるのはとても大変でしたが、勝手に動くことのない足はとても安心できました。女の子は心を入れ替え、どんなに貧しくても文句を言わず、一生懸命助けてくれたきこりに恩返しをするために働きました。そして何年も過ぎて、きこりと女の子は結婚しました。生活はとても貧しく、両親と暮らしていた頃よりももっとつらいものでしたが、それでも幸せだと思いました。今では子供も生まれて、ほんの少しだけの野菜が入ったスープを家族と飲みながら暮らしているのでした。おしまい。